はいはい、ドスンとおマットさんでございました。ストファイ祭り最終回の今回はジャダトイズからバイソンと、バルログかなとエドモンド・ホンダの2体を紹介。2人とも重量級とあって箱がいつもより大きいですね。今回は押し出しの効いた動画になりそうでは、バイソン木村から開けていこう。よいしょ。よし。出てこい、バイソン出てこい、ワン、ツー、スリーと。お、いいっすね、大きい。かっこいい、大きい。よし、では次、エドモンド・ホンダ。よいしょ。出てこい、ホンダ。出てこい。いやー、チャンコックへと。おー、こっちは横にでけえな。よし。ではね、中身の方すべて取り出していく。ではまずマイク・バイソンから見ていく。ストリートファイター2においてボス3連戦のうち初戦で登場。ある意味ではストリートファイター1から存在するシリーズ最古参キャラの一人。元プロボクシングヘビー級チャンピオンでトレーナーはおらずボクシング技術は我流という常識では考えられない天才中の天才。反則上等の危険な攻撃を繰り返すのでボクシング界から追放。ピットファイターとなった後、秘密結社シャドルに所属。そこでも天才ぶりを発揮し、シャドル四天王にまで上り詰める。頭部を見てみましょう。こちらは通常顔。某有名プロボクサーをモデルにしたのは言わずもがな。各所反り込みが入った髪型や張り出したおでこなど相変わらずよくできていますね。ストリートファイターキャラって眉毛ない人多いですね。こちらは食いしばり顔。やっぱバイソンといえばこの表情でしょう。この上の歯が1本欠けているんですけど、ここ塗装じゃなくてね、本当に歯1本造形されていませんね。素晴らしいですね。目の大きさが左右違ったり、深く彫られたシワなど迫力ある表情となっていますね。いや、これめっちゃかっこいい。上半身インナーの白シャツは襟元と肩が破れている。タンクトップの色合いもイメージ通りですかね。発達した三角筋と僧帽筋のおかげで肩幅がかなり広い。手にはボクシンググローブを着用。下半身タンクトップ同様トランクスもイメージ通りの配色。驚異的な破壊力を有するダイナマイトパンチを発現せしむる筋量十分な大腿四頭筋の造形がこれ美しいですね。そのパンチを繰り出す際、足首にかかる負荷を軽減するためハイカットシューズを着用。紐がきれいに塗装されている。可動範囲、まずは頭部、上はここまでうつむきこうでぐるりと一周回ってぐりぐり傾き取れます。肩にバタフライ機構があって肩自体でこのように動きますね。腕横へはここまでいけてぐるりと一周回って腕の付け根で回り、二の腕バイセップスがあって肘が20でここまでで手首グローブはこのような可動ですね。胴体は後ろへはこう、前はここまでいけて胸でぐりぐり回り、腰でもぐりぐり動きますね。下半身は股関節に引き出し機構はなし。前はこう、後ろへはこうで股割りここまでできて、トランクスの境目でロールがあって、膝がここまでいけて、ブーツでロールあって、足首、後ろへはこうで、前はこれね、前はあんまりいかないんですね。ジャダのストリートファイターって。傾き取れて、つま先可動あり。ヘッドパーツ以外の付属品は、グローブの開き手が左右分と、パンチの攻撃エフェクトパーツが2つ。小さいのと大きいの。エフェクトパーツを取り付けるとこうなりますね。これグローブにかぶせるだけなので、取り付け、取り外しが簡単で非常に遊びやすいものとなっています。ゲーム中、パンチボタンはもちろんキックボタンを押してもパンチを繰り出すという純一ボクサー。ボクシングは別名スイートサイエンスとも呼ばれ、頭が良くなければ勝てないスポーツ。どんなプロスポーツでもそうだと思うんですけどね。
このバイソン、ゲーム及び他のコンテンツでは脳筋キャラとして描写されがちですが、ヘビー級チャンピオンまで獲得した戦歴及びシャドル四天王にまで上り詰めた実績は単なる脳筋ではない証左。では次にエドモンド・ホンダ以降。ストリートファイター2からプレイヤブルキャラクターとして登場するこれまた古参キャラ。相撲と戦闘をこよなく愛し、またそれらをワールドワイドにするため日々尽力している。先に紹介した業界から追放されたバイソンとまではいかないものの、このホンダもその自由すぎる言動ゆえ各界からは煙たがられている模様。頭部を見てみましょう。これも素晴らしくよくできていますね。赤い熊取りや瞳など綺麗にプリントされている。眉毛もつり上がってめっちゃかっこいい。そしてこの大イチョウですね。この部分ですね。ゲーム中ブランカのエレクトリックサンダーで被弾した際、人骨が見える演出になるんですが、その時この大イチョウに骨があるという衝撃の事実が判明するんですね。こちらは交換用頭部の叫び顔。これもイメージ通りの素晴らしい出来。大きい口などまさにエドモンド・ホンダのそれ。バトルにも使えるし、ちゃんこ食わせる場面にも使える。上半身、力士というのは筋肉という鎧の上にさらに脂肪で鎧っており、瞬発力と破壊力と防御力を備えた恐るべき肉体を有す。このエドモンド・ホンダはソップ型とあんこ型の中間のような体型。超重量級でありながら各所うっすらと浮かび上がった筋肉カットや、この割れた腹筋などを見るとかなり体脂肪が低いと思われる。この重量でこの筋量、とんでもない体型している。背中もでかい。下半身、この浴衣はちょっと硬めの軟質なので可動の妨げにはなりづらい。顔の熊取り同様、縞模様も綺麗にプリント。中はちゃんと赤い回しを着用。そして恐るべき瞬発力と突進力の源泉である脚部も分厚く造形されていて問題なし。可動範囲、まずは頭部、上はここまでうつむきこうでぐるりと一周回ってぐりぐり傾き取れますね。肩にバタフライキッコがあって肩自体でこのように動き、腕横へはここまでいけてぐるりと一周回って腕の付け根で回り、二の腕バイセップスがあって肘が二重でここまでいけて手首はこのような可動ですね。胴体後ろへはここまでいけて前はここまでですね。胸でこのように動きぐるりと一周はできないかな。腰ではぐるりと一周できてこのようにぐりぐり傾き取れますね。下半身、股関節に引き出し機構はなしで前へはここまでで、右足の方浴衣に切り込みがあるのでこちらはこれぐらい動きますね。股割りがここまでできてももにロールがあって膝が二重でここまでいけて足首後ろへはこう前はここまでというか、これね前あんまいかないんですよね。ジャダトイズで傾き取れてつま先可動あります。頭部以外の付属品、まずは開き手のハンドパーツが左右分と百列張り手のエフェクトパーツ、クリアの上から肌色で塗装されている。エフェクトパーツを取り付けるとこんな感じになりますね。造形上右にしか付けれないんですけども、これはどうだ？でもまあ雰囲気出てるっちゃ出てるか。はい、では2人を並べてみるとこんな感じで、イメージ通りの体格差といったところ。94年のアニメ映画ではこの2人激闘の末、2人仲良く抱き合って崖から落ちる。その後ホンダがバイソンを抱きかかえて現れるというオチ。
やっと揃ったシャドル四天王。いやー、圧巻ですね。サイズ感も合ってると思います。ただ、ベガには、ケレン味加えてもうちょっとボリュームが欲しかったかな。でですね、ここでちょっと映画の話なんですけども、今年の10月頃だったかな ?2026 年の公開予定のストリートファイターザ・ムービーについてなんですけど、予告見たんですけどね、もうね、あれ最高でしたね。あんなん絶対面白いでしょう。ああ、俺の大好物の匂いがプンプンしてもたまらないっすよ。あれはやばかった。でね、キャストなんですけど、全キャラ語っていたら日が暮れるどころかそれこそ年明けてしまうので、かいつまんでいくと、まずこの竜についてなんですけど、竜を演じるのはアンドリュー・コージという役者さんで、この方はね、G.I. ジョーのスピンオフ作品、漆黒のスネークアイズでストームシャドウを演じたり、あとブレッドトレインで殺し屋を演じたり、個人的にね、一番印象深かったのは、ボーイ・キルズ・ワールド、爆剣開会竜天小列伝という作品で脇役で出ていたんですが、自分それ見て、いい役者さんだなって思ってましたね。今後もどんどん出てきてほしい。では次に今回紹介したキャラで言えば、バイソンね、海外ではバルログか演じるのはね、なんと50セント。これはハマり役でしょう。見た目もさることながら、リアルにどん底からアメリカンドリームを成し遂げた人なんで、まさにバイソンそのもの。予告でもね、歩いているところ映るんですが、あそこね、バイソンというより、50セントの MV みたいでめっちゃかっこよかったですね。でですね、個人的に最も注目しているのがこの3人ですね。まず今回紹介したエドモンド・ホンダ。演じるのは後藤弘樹ですね。現役バリッバリの新日本プロレスのトップレスラーの一人です。でもね、ポスタービジュアル見たんですけど、体はあれ多分特殊メイクですね。あれで素早い動きができるかどうか、そこちょっと見ものですね。そしてガイルですよ。来ましたね。演じるのは、今世界で一番輝いているアスリートの一人と言っていいでしょう。プロレス団体 WWE において押しも押されもせぬスーパースター。コーディ・ローズですよ。バイオハザードのリアルウェスカー。コーディ・ローズが演じますよ。いや、映画まだ早いって、プロレスに専念して。そしてこの豪輝。これまたプロレス団体 WWE で、スーパースター中のスーパースター。どうぞ女も男も惚れ上がれ。もうすべてがエロかっこいい。ローマン・レインズですよ。ローマン・レインズが豪輝を演じますよ。いやね、この人こそまだ映画早い。リングでもっと見たいから映画界来ないで。なぜにこの3人が注目かというともうわかりますよね。もはやこれ映画じゃなくてプロレスですよ。新日のトップレスラー対 WWE のスーパースター。これはね、
プロレスファン垂涎の絵面ですよ、マジで。まあね、劇中絡みがあるかどうかわからないですけど、コーディやローマンに GTR 食らわせてほしい。そしてブランカ、演じるのはジェイソン・モモア、アクアマンですね。ポスタービジュアル見て笑いましたね。もうね、再現度が素晴らしいですよ。さっきの50セントといい、このジェイソン・モモアといい、リアルな格闘家たちにも全く引けを取らない体格しているんでね、応援したくなりますよ。で、この2人ね、モモア対ローマン、わかる人にはわかる対決じゃないですかね。劇中ぜひ絡んでほしい。そして最後、これですよ。最も注目したいのはこれなんですよ。ベガ。海外ではバイソンか？演じるのはね、なんと俺の大好きな俳優の一人、デビッド・ダスト・マルちゃん。俺の好きな俳優ベスト3は、3位ジャッキー・チェーン、2位アーノルド・シュワレツェネッガー、1位がシルベスター・スタローンなんですね。でもね、この3人はもう殿堂入りということで固まっている。なんでランク付けはしない。で、現時点で好きな俳優ベスト3を挙げるとね、もうこの3人で固まっているんでね。まず1位からいくと、1位がキリアン・マーフィー。昔から大好きなんですが、もうビッグになりすぎたんでちょっと寂しくはありますね。2000年代前半のキリアンがたまらなく好きですね。で、2位がドン・チードル。俺マーベル映画に言いたい。ドン・チードルの無駄遣いすんなと。なんなんだあの扱いはと。あんな超絶演技派なのに出番少なすぎるやろ、ほんま。ホテルルワンダちゃんと見たんかと思いますね。そして3位がデビッド・ダスト・マルちゃんなんですよね。最近では悪魔と夜遊びがめっちゃ面白かった。そのダストマルちゃんがおそらく劇中ラスボスであろうこのベガを演じると、アンドリュー・コージやジェイソン・モモアや50セントは俳優ながら十分すぎるほど動けるのでアクションはお手の物。後藤弘樹やコーディやローマンは言わずもがな。それに比べて超技巧派役者のダストマルちゃんを持ってくるキャスティングの妙よ。まあでもね、よくよく考えたら、95年版ストリートファイターのベガは、これまた技巧派のラウル・ジュリアン、アダムスファミリーの課長役で有名かなが演じたんですけど、それが見事すぎて最高のラスボスになったのを考えるとね、デビッド・ダスト・マルちゃんも十分期待できますよ。まあでもね、これ個人的な意見なんですけど、島田久作さんをベガ役にしないところを見るとね、まあ所詮ハリウッドって感じがしますよね。ハリウッドもまだまだやなって思いますよ。まあ何にせよね、公開日に絶対見に行きますよ。あんなトレーラー流されたらもう見に行くしかないでしょう。これは俺たちに課せられた使命だぜ。ではね、長々と喋ってしまいましたが、今回も本当にありがとう。バイビー。